ラッキーズです。平成21年、日産のセレナね、ラジエーター交換しますね。ラジエーターもね、届いたんで、車内ですけどね、まあ一番いいところじゃないですかね。はい。まだちょっと中身見てないんですけど。で、ついでにね、本がどこにあるのかなと思ってね、本自体がダメだと思うんだ。そこかな、あれ読むかな。だけどバンパーだけダメだな。とにかくね、ラジエーター外すんで、このフロントグリルを外して、ちょっとラジエーター周りの部品をね、外していきますよ。とにかく先にちょっとこのフロントグリルから外します。これクリップとどっかはまってんのかな、この辺。確かバンパー取んなきゃ取れねえってことないよね。ちょっとやってみますね。クーラントのね、ドレンボルト今読めたんで、クーラントの方をね、抜きながら作業しますね。よし、キャップ外せばね、ここから出てくるはずなんで。よいしょ。今ね、ラジダキャップ外したんでね、クーラント抜けてきたんで、これで作業します。日産のね、得意なやつで、クリップがね、ねじれてはまってるやつですね。これ硬いんですよね。外しますね、両側。フロントグリルの方ね、外れましたね。参った。これは良くないですね、やっぱね、日産のこれ。まあもう、やっぱプラスチックだから古くなってるんでね、割れちゃうんだけど、上側はやっぱ2個とも割れちゃいましたね。新しいの取らないと。結局ね、これがね、四角くなってるんですけど、これね、上側はね、上から、なんていうかな、上からね、ドライバーをこう入れて、回してね、無理やり四角に合わせて抜く感じなんですけどね、グリルのね、こっち側も、こっち側こう、さっきやったようにこっち側から入れて、こう回してね、四角に合わせますね。はい、で、これグリル側に先につけとけばね、これパチンってはめるだけなんでね、いいんですけど、通るときにやっぱ取れないんだよね、このクリップは。良くないっすね、これ。全然。ね。ないから。ごめんなさいね。縫いにくいか。このやつでね。みんな分かってると思うんだけどね。上側に2箇所と漏れちゃったんで、結局。クリップはちょっと頼みますね。今日ここまでだな。本ここにあるね、やっぱね。本1個なのかな、これ。書いてあるのかな。ちょっと本もちょっと見てみますね。今日はね、ここまでにしますね。ラジエーターね、脱着の続きになります。多分、外れると思うんだけどな。ここもさなきゃダメかな。とりあえずね、電動ファンとかね、配線とか外してきますね。あとラジエーターホースとかね、その辺を先にちょっと外しちゃいますね。サブタンクもね、一回洗うんで外しますね。今ね、電動ファンのハーネスだけ外しちゃいましたね。あとアッパーホースね。これでちょっとエアコンのホースも邪魔になりそうなので、ちょっと動くように
このネジだけ外しとこうか。動くと思うんだな、もう少しやってきますね。あとラジエーター自体はこれネジとナットに入ってんのかな。1個ネジでもう1個ナットだな。ナットとネジか。ナットもあるね。これ両方あるんでね。じゃあ外していきます。ドレーンのホースもこれ外した方がいいかな。こう余っちゃってるもんね、多分ね。余っちゃないか。あとラジエーターのロアホースね、外します。オートバンドミルは入ってないんだな、これ。多分ラジエーター。ないみたいだな。そうだよな。ちょっと見当たらないんでね。ちょっと外してやってみますので。はい。やっぱこのコンピューターのね、ボックス、これが邪魔なんでね、一番。ちょっと外しますね。ちょっと外しにくいですけどね。4本かな。ね、3本じゃダメだったな。いや、ラジエーターのね、アッパーホース取って、こっちね、コンピューターボックス、ネジ4本外して、今動かしてありますね。取っちゃってもいいんだけどね、ハーネス外しちゃうのも何かついちゃうと嫌なんでね、とりあえずちょっと動かしてね、外れるかやったらね、一生にはちょっと取れないんですが、電動ファンだけ先に取ればね、取れそうな感じだったんで、電動ファン外しました。データも抜けると思うけどな、俺。なんか取っちゃうな。こんなに何が取らないとね。よし、取れた。よいしょ。いや、なんとかなったな。いや、外れましたね。ちょっとやっぱやりにくいっちゃやりにくいかな。ね。取れたんでね。よし。ちょっと逆にラジエーター入れてきますね。じゃあね。新しいラジエーターね、出しますね。よいしょ。よいしょ。まあ別に大丈夫。ドレーンのホースだけつけりゃいいかな。よし。新品のラジエーターね、入ったんで、ちょっとコア保護するのにね、段ボール1枚挟んでおきますね。はい。で、電動ファンも入れますよ。見えるかな、もう夜なんでね。ラジエーター楽に入ったんでね。よし、これで段ボール外しますよ。これ、別に動かしてやれば大丈夫ですね。先に押さえちゃうかな。先に押さえちゃうか。ラジエーターね。見えるかな、もう夜なんでね。ラジエーター楽に入ったんでね。よし、これで段ボール外しますよ。これ、別に動かしてやれば大丈夫ですね。先に押さえちゃうかな。先に押さえちゃうか。ラジエーターね。電動ファンもね、入ったんでね、つけましたね。はい。ほいで、ちょっとね、もう雨も降って、あれだったんですけどね、エンジン側のね、方は、お水、一回洗ってやりますんでね。はい。取ってなかったな。ちょっとめんどくせえんだけど。
ね。ここから水入れてね、ちょっと洗ってあります。ね、もう少しやるか。もう暗いんだな。とりあえず下のラジエーターのホースを忘れる前にはめときますね。はい、まずはね。ラジエーターのラホースのね、バンドもはめました。で、こっちドレンのね、ホースもね、もっと出てた位置からね、出したんで、下はこれでいいですね。電動ファンの入りもちゃんといいとこに入ってるんで、いいですね。はい。下側はいいね。あと、アンダーカーバーつけなきゃなんないんだよな、まだね。それは最後に確認してからですね。はい。コンピューターボックスもね、元の位置につけました。4本ですね。ここも何本が分かりやすいけど、あとちょっとやりづらいところにあるんですけどね。ここはアッパーフォース外せばね、やりやすいんでね。で、どうしよう、ハーネス、電動ファンのハーネスを戻しますか、先に。ね、ラジエーターアッパーフォースも戻して、コンピューターボックスも戻ってるんですけど、電動ファンのハーネスも戻して、あと、これエアコンのね、ホースのネジもね、またつけました。よし、これでいいな。サブタンクの方はね、ラジエーターのあれは洗ってからつけるんで、ちょっとまだあれですね。で、クーラントがね、どうしようかな。綺麗にはしたんだけど、青なんだよね。青がないんだよな。綺麗にしてるからね、別に緑に変わっちゃってもいいんだけどね。ちょっと今日はここまでにしますね、どっちにしてもね。ラジエーターサブタンクの方ね、洗ってね、今つけてあります。はい。ホースめっちゃつなげてある。よし。ラジエーターのね、サブタンクだけね、やっぱ洗浄してつけちゃいました。これで本当に終わります。ラッキーでした。